Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. こんにちは、レモンスクールのエアキーです。Some people think that Hepburn romanization is the same as English spelling and should be taught in English classes, but I'd like to explain why this is not the case. よくヘボン式ローマ字は英語で訓練式は日本語だから英語教育のためにもローマ字はヘボン式にすべきだっていう話を聞くんですけど、英語発音技能検定特級合格者のミーティングで英語発音技能検定の生みの親でもある菅沼先生っていう方も含めてですね、満場一致でヘボン式ローマ字イコール英語ではないという意見だったので、日本人の中では英語の発音とか発音指導がトップレベルなんじゃないかなっていう先生方が満場一致でおっしゃってたことに耳を傾けて損はないのではないかなと思います。今日はそういう話を ABC クラブの舞先生と一緒にお話ししたいと思います。Hi everyone, I'm Mai from ABC Club. ABC クラブの舞です。エキ先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず訓練式ローマ字とヘボン式ローマ字っていう名前に馴染みがない方も少なくないと思いますけど、その違いがはっきり現れるのはし、ち、つ、じ、ふの書き方ですよね。あと車種書、茶中書、蛇樹書。訓練式だと54表を意識して作業は全部 S に統一してさしすせそはこういう風に、他行は全部 T に統一して立ちつてとっていう感じ、は行は全部 H に統一。ヘボン式だともう少し発音の違いを意識してし、ち、つ、ふを使ってます。あと伸ばす母音にヘボン式だとこういうマクロンっていう補助記号を使いますけど、訓練式だとこういうサーカムフレックスっていう補助記号を使います。それでヘボン式ローマ字はこの人たちの本によると英語とイタリア語を参考にして日本語をラテン文字、つまりローマンアルファベットで書くために作られたらしいです。ひらがなとカタカナになれない外国人にはラテン文字の方が読みやすいですからね。それが目的です。イタリア語も参考にしてたんですね。それは知りませんでした。だから英語を参考にしている部分はあるから英語に似てる部分は確かにあります。でもイタリア語も参考にしているのでイタリア語に似てる部分もあります。もうこの時点でヘボン式ローマ字イコール英語という考えは違うとわかりますよね。でももっと大事なのはヘボン式ローマ字はあくまで日本語を表記することが目的なので、英語やイタリア語はあくまで参考程度にしただけだから英語やイタリア語とは無関係と考えていいということです。そして実は私は昔は訓練式ローマ字が先にあって後から外国人旅行者が日本に増えてきたからヘボン式ローマ字を取り入れたのかなと思ったら逆なんですよね。ヘボン式ローマ字が先にあってもっと50音表に忠実にしたものが必要だとして何十年か経って訓練式ローマ字を作ったそうです。だから訓練式ローマ字の方がより改良された新しいものということになります。そうなんですね。で、まずヘボン式だろうが訓練式だろうが母音の読み方が英語と日本語で全く違うじゃないですか。これはエアキー先生から英語のフォニックスを習ってすごく実感しました。例えばカナダにいた時にカナダ人に私の名前を見せるとメイって呼ばれましたしね。英語ネイティブに日本語の前に近い発音で読んでもらうには MY とかって綴らないといけないですよね。まさに舞先生の名前がいい例ですよね。私の名前もエアキーですよね。そうです。前に舞先生と一緒に撮った動画でアブクド読みではなくエアバカダ読みだと説明した通りです。はい。ぜひそちらの動画も見てください。あと面白い例は昔カナダでサッカーを見てた時に当時日本代表の梶選手のことを解説の人がキャッチャイって発音してたんですよ。この A がまさにエアバカダ読みのエアですよね。だから本当にローマ字で英語を意識するんだったらあは UH って綴るのが一番いいでしょうね。確かに。あおとかだとかのUH です。いは EE ですかね。まさにそうですね。EE だと E って伸ばすイメージを持っちゃうかもしれないですけど、英語には E と E の区別がないですからね。地図とチーズの区別とか、英語ネイティブが日本語を勉強するときにすごい苦労しますからね。だから英語を意識するなら E は EE でしょうね。そうするとさっきの梶選手はこういう綴りでしょう。カチでしょう。そうすると私の名前は MUHEE ですか？それとも MY でいいんですか？いい質問ですね。英語のシラブル、つまり英語の拍を考えたときに、日本語と同じように2拍にするんだったらこっち、まい。英語の1拍を意識するんだったらこっちですね。my、まい、my。ああ、そういうことですね。わかりました。
シラブルとか拍とかわからないということは今回はそこは気にしなくていいです。とにかく日本語とか英語とか言語によって発音体系が違うので、違う発音体系を同じように綴るっていうことに無理があるんですよ。だからこういう風に舞先生の名前一つ取っても、英語を意識しちゃうとどう綴っていいかわけわからないっていうことになっちゃうんですよ。だから各言語の発音体系に特化した綴り方にするっていうのがベストなんです。だから英語とか考えないで、日本語は日本語で国語の時間に完結しちゃった方がいいんです。で、英語のこういう綴りのルールは国語の時間に持ち込まないで、英語の時間にフォニックスをやってそこで完結する。でも母音の綴りは確かにローマ字と英語は全然違いますけど、さっきの梶選手の例を見ると、子音はヘボン式ローマ字の方が英語に近くないですか？確かに死と地に関しては、ヘボン式の方が訓練式よりも若干英語に似てますよね。でも発音体系を正確に見ていくと、J は微妙ですね。まず分かりやすいところで見ていくと、立ちつてとのつ。英語にそもそもつっていう音がないんですよ。英語ネイティブの日本語学習者は、つとすの違いを聞き取るのにすごく苦労するらしいですからね。だからつっていう音がないんだから、TSU でつが英語っぽいというのは明らかに違うんですよ。この単語も、これは英単語ですけど、英語の発音はスーナーミーですからね。スーです。発音は S と一緒です。まあ、アナウンサーだと、発音の訓練を受けてるので、日本語を意識して、つの発音をする人もいますけど、一般の日本語を知らないネイティブは、サナミで S にして、しかもこの A をそのまま英語式の air と読む方法を使ったりもします。サナミみたいに。あと、カナダの BC 州の、このすごいローカルな場所も、綴りは TS だけど、T はサイレントで、発音はスワーセンって言ってますね。懐かしいです。懐かしいですよね。それで訓練式ローマ字の ti をちと読むことが英語と違うと思ってる人が多いと思うんですけど、そうでもないんですよ。そうでもないんです。ストレスがないところ、つまり軽音、アクセントがないところですね。そのストレスとかアクセントとか軽音とかそういうのは今置いといて、例えば Christianity とかのti はチって読みますよね。あとロシアのテニスプレイヤーで、日本語ではデメンティエワっていう選手がいるんですけど、英語だとデメンチエイヴァで完全に ti がチになったり、デメンチェヴァだったり、いずれにしても t とは言わないことが多いです。面白いですよね。日本語だと t っていうことが多いんですけど、英語だとチって口語外化することが多いんですよ。英語でも ti はストレスがないとこではチになるのが普通なんですよ。question とか ti がチャですよね。si とかもそうですよね。mission とか si もそうですよね。appreciate も ci ですけど appreciate とかも c ですよね。だから別に訓練式が必ずしも英語と違うというわけでもないんですよ。確かにそう言われてみるとそうですね。それでザジズゼゾなんですけど、確かに字だけを見ると音的には J にするのがベストなんですよ。ただ座行全体で見ると、日本語は標準語だと全部破殺音なんですよね。ベロが一回口の天井について閉鎖する音なんですよ。でも英語では Z は摩擦音で J は破殺音。全然違うタイプの音なんですよ。だから英語として考えると、全然違うタイプの音を同じ行にするっていうのはすごいおかしいんですよね。というか、ヘボン式の座行の書き方を英語だと思ってると、英語を学ぶときに Z の発音を間違えます。だからこれは逆に注意です。逆に注意です。私も英語の Z が日本語の座行と違うということをエアキー先生から習って初めて知りました。だから英語を意識するんだったら、死を SHI にするんだったら、字はそれが濁った摩擦音の ZHI にする方が理にかなってるかもしれませんし、それか日本語の破殺音を意識するなら、字は J のままでザズゼゾを DZ にするか。でもこれだとさっきの TS と同じで、英語にこういう破殺音の音がないので、DZ と綴ったところでその破殺音を英語ネイティブは発音できないので、DZ はあまりお勧めできないですよね。とにかく英語にない音を英語式に書くこと自体が難しいので、英語のことは考えないで、日本語では字を ZI または JI と書くと考えればいいだけなんですよ。で、その日本語の字を ZI と書くか JI と書くかっていうのは、これは日本語教育とか国語教育で考える問題なので、英語教育で考える問題ではないんですよ。あともう一つ、ふを FU にするか HU にするか。これ、ある日本語を習い始めたばかりのカナダ人から、日本語のふが F に聞こえたり H に聞こえたりするけどなんでって聞かれたことがあるんですよ。で、これは日本語のふをはっきり言うと、英語話者の耳には F っぽく聞こえるけど、早く喋ると H っぽく聞こえると思うんですよね。だから別に英語を考えると、日本語のふは F でも H でもどっちでもいいわけなんですよ。逆に、英語ネイティブが
ふを F で発音しても H で発音しても、どっちでも日本人の耳にはふに聞こえますからね。この違い、日本人には練習が必要ですよね。そうですね、この food。これ難しいですよね。あと本当に英語を考えるんだったら画行も考えた方がいいですよね。例えばローマ字で唐揚げって書いても、英語ネイティブはクラーチって読んだりしますからね。そうですよね。だから英語を考えるんだったら G は E と I の前では GU にするとか、なんか考えないといけないですよね。なるほど。これちょっとスペイン語みたいですよね。英語の G の読み方、私まだちょっと苦戦してるとこです。大丈夫です。簡単です。頑張りましょう。はい。あとローマ字ではこういう風に同じ子音を2つつなげると小さいつになりますけど、英語には小さいつの音がそもそもないですからね。英語にはこういうルールもないんですよ。子音字を2つ続けるときの英語の読み方も、エアキー先生に教えてもらって、小さいつとは全然違う役割があるんだなって知ってびっくりしました。よかったです。ということでまとめると、ローマ字は日本語を表記するために作ったものだから、英語やイタリア語を参考にしてる部分はあるけど、基本全く別物です。結局、ヘボン式ローマ字で綴ったところで、英語ネイティブは日本語を知らない人だったら日本語を正しく読めないし、そもそも英語にない音を英語式に綴るっていうのは不可能ですからね。英語に存在しないものですからね。それで、確かにローマ字の綴り方が何通りもあって統一されてないので、それはそれで確かに解決しないといけない問題ではあるんですけど、それはあくまで日本語の問題。日本語教育とか国語教育の問題であって、英語教育とかイタリア語教育に持ち込む問題ではないんですよね。それぞれの言語によって分けて考えないとわけわかんなくなっちゃっておかしくなっちゃうということです。ローマ字の表記はあくまで日本語教育とか国語教育とかで考える問題です。英語教育で考えることはやっぱりフォニックスの綴りですよね。こういう理解を広めたいと思うので、ぜひ皆さんのお力をお貸しいただけますと幸いです。そして、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。